はじめまして、あきらです。白血病になりました。こんにちは。白血病サバイバーのあきらです。今回も引き続き闘病記ノートを見まして、いろいろと、入院時のお話をしていきたいと思います。前回までに入院35日目までお話をしています。そろそろですね、抗がん剤を投与して白血球が立ち上がってくるはずですが、それがなかなか立ち上がってこない。その間に体調も、また悪くなりつつある。そんなような状況ですね。その続きになりますね。入院36日目、1月31日です。6時半起床。そうすると、すでに点滴抗生剤がつながっていました。つまりは寝ている間に看護師さんがいらっしゃいまして、抗生剤の点滴をつないでいかれたと。それに眠っていて気がつかなかったわけですね。それ以降もたびたびそういうこともありましたね。朝早くに点滴をつなぐと、そういうスケジュールになっているわけなんですね。この日特筆すべきことは、月末でこの日付で登録して働いていた派遣会社を退職したんです。この辺の手続きはすべて妻が手を打ってくれました。その会社はですね、登録して一定以上出勤の実態がない場合は登録解除ということになるんですけれども、白血病でこの後治療をしなければいけないので出勤することはかなわないということでですね、月末付で退職ということにさせていただいたと。採血が3本ですね。熱も平熱まで下がっていると。喉の痛みなどもどうもピークを超えたようで和らいでいる。点滴スタンドを押しながら、または引きながらですね、廊下を10周歩いていると。体重、前日は急増していましたけれども、この日は減少傾向にありました。8時頃、点滴の抗生剤が入り、それと並行して朝食も取ると。服薬が3錠などが書いてありますね。白血球増加促進の注射がありまして、その後シャワーを浴びてますね。熱が出たり、骨髄検査をしたりした関係で3日ぶりのシャワーということになってますね。11時頃点滴針の交換、左手に刺さっていた点滴の針を右手に刺し直すと、これがありましたね。この日もとにかく点滴がたくさんありましたね。点滴針の交換に伴いまして、点滴今入っている栄養剤ですとかそういった点滴も交換になったと。その後2時過ぎ14時過ぎに抗生剤の点滴があり、15時過ぎに何か免疫系の点滴が入り、16時半頃また抗生剤の点滴が入り、とにかく抗生剤の点滴の時間のパターンが変わったとかで、それから主治医からお話がありました、骨髄移植、これに向けてですね、実は前もって、自分の妹と型が一致するかどうか、妹に検体を提出してもらってすでに検査をしていただいてたんですね。その結果が出て不一致、妹の骨髄を自分に使うことはできないという、その結果が出ましたよというお話だったんですね。これにより再体血移植、この再体血というのは赤ちゃんのへその緒に入っている血を採取してということらしいんですね。この移植に舵を切りますよと、そういったお話がありました。ただそれはですね、この後もう少し様子を見て白血球が増えてきて基準値まで来るようなら一時退院して少し様子を見て、
準備をしてから始める。もし白血球が増えてこない場合は、もうこのまますぐ準備をして、入院したままですね、移植をするというお話がありましてですね、詳しい説明会のようなことをですね、やりますので、2月の2日ですね、翌日ということですけれども、先生と看護師さんと、それと自分と妻ですね、4者で話をしたいですというお話がありまして、じゃあお願いしますということで、予定をしていただきました。夕方ですね、看護師さんにより手洗い方法のチェック、レクチャーがあったんですね。手洗いです。感染症予防、手洗いが非常に重要なんですよと。で、すでに最初に入院した直後から弱い抗がん剤を投与して、だから白血球はほとんど今少ない状態なんですよと。だから感染症にかかりやすいというのはあるんですけれども、今度はやるとしたらもっと本格的な抗がん剤治療になりますからということでですね、改めてその手洗いのレクチャーがありましてですね、で、手洗いチェックというのをやったんです。手に薬剤スプレーを吹きかけるんです。そしてこう手に塗りましてですね、一旦手洗いをする。手を洗ってくださいと。で、言われて、ある程度自分では念入りに洗ってるつもり。で、洗い終わりました。これをですね、ボックスの中に手を突っ込む。そうすると、ブラックライトが、出ていて、薬剤が落ちてないところは、色がすごく出るんですよ、ということなんですね。手を入れてみたら、結構一生懸命洗ったつもりでも、かなりその色が出てるんですね。つまり、きれいに洗いきれていないっていうことだったんですね。その洗い方のポイントがちょっとずれていたのかなということが、そこでまざまざと分かりましたね。で、それを機に、その手の洗い方もいろいろ考えてですね、現在に至る。だからもう、それ癖になってるんで、ちょっと手を洗うっていうんでも、かなり指の間から手首から指を一本一本なんてね、いつの間にかやってたりしてね、そういう具合に手洗いをする。その時初めてそういう具体的なレクチャーというかね、そういうのがありましたね。で、血小板の数値なども低いので、連日リハビリが中心になってますね。22時頃、点滴抗生剤が入ると。それで、23時頃終了なんですよ。それで、寝ようとしましたが、0時過ぎからまた別の点滴抗生剤だと。これが1時間ほどありまして、1時過ぎになった。それからやっと、じゃあ寝るかっていう感じで、寝る準備をして、就寝と。そういう具合でしたね。入院37日目。これが2月の1日です。寝ている間にですね、点滴が常に入っているので、トイレに行きたくなる。それで目が覚めるんですね。それと同時に、かなり口が乾き出したということで、うがいなどもこまめにしている。朝6時に、だいたい起床しまして、看護師さんが巡回してきたと。点滴の抗生剤が入って、それが7時過ぎに終了。それで体を動かして廊下を歩く。体重が横ばいで、8時頃また点滴の抗生剤が入ると。直後から朝食ですね。この日も間食、食欲はかなりありましたね。で、10時頃採血が2本と。また10時半頃から点滴と。この日は CT 検査もありまして、点滴スタンドを押して、他のフロアなんですけど、移動して、受けてきたと。この日も血小板の数値が上がっていないので、リハビリも中止なので、とにかく自主的に動くような感じですね。それからこの日はですね、主治医から
再対決移植についての簡単な説明もありました。この方法でやりましょうという先生のお話、こちらとしましては、再対決移植というもの自体がですね、今回の入院で初めて聞いた言葉、あまり概要も分かっていない、それをやってどうなるかということもあまりよく分かっていない状況ではあったんですけれども、もう先生がそうおっしゃるんであれば、それが一番いい方法なんでしょうという、そういう具合でですね、もうそれでお願いするしかありません。ぜひお願いしますということでですね、お話を伺いました。で、この日シャワーを浴びた時にですね、気づいたんですけど、お腹のあたりにですね、こう赤い細かい点がポツ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 と、無数に見え始めたと。点描画のようになっている。これちょっとその時ですね、看護師さんにお話をしたと思うんですけれども、ああそうですか、ちょっと様子を見ましょうということだったと思いますね。午後また白血球増加促進の注射がありまして、点滴の抗生剤が入ったりとか、それから看護師さんから今後の移植に関するパンフレット、プリントを閉じたもの、これをいただきましてですね、めくりながら看護師さんが概要を説明してくださると、そういう時間がありました。それを見てですね、初めて移植をするとどうなるかというかですね、どういう流れで移植をしていくのか、それでその後どういうふうな具合になっていくのか、何か副作用があるのかとか、一連のそういう流れみたいなものがあるわけなんですね。それを初めてその時に知ったんですね。夕方また抗生剤が入ると、もうこの辺りはですね、2種類の抗生剤の点滴を1日に2、3回ずつやっていると。もう何が何だか自分でもこの時一応メモはしてるんですけど、よくわからない、全部書ききれてないと思いますけれども、そんな具合で抗生剤が入っているということですね。で、22時頃抗生剤の点滴が入って、23時頃終了と。それから同時にもう一つ常につながっている水分の点滴ですかね、これが交換されて、また0時頃点滴の抗生剤が入りまして、もうこの日はですね、その前に眠っちゃってたんですね。眠っている間に点滴が交換されて、その眠っている間に看護師さんがまた点滴を外していかれたということだったようです。で、この日あたりその赤い点々が出てきたということも関係あったんだと思います。必ずしもそこがということではないんですけれども、体のあちこちがかなり痒くなってきたという、そんな日でしたね。ということで今回は入院して36日目、37日目、病院での状況ですね、治療の進行具合ですとか、自分の体の状態ですとか、そういったことについてお話をしました。次回以降ですね、この入院38日目、先生から、妻を交えましてですね、移植に関して重要なお話を受ける、そういった流れになっていきますが、今回はここまでとなります。最後までご視聴ありがとうございます。よし、おっさん頑張れと思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録、そして高評価、また、コメントなどお寄せいただけたら、今後の励みになります。現在は、体調はいいのですが、今後自分がどのように、なっていくか、どうぞ、見届けていただければと思います。今後ともよろしくお願いします。